ただお客様1人に対してもシャリは2回炊きます。馬糞のその甘みとその紫のその渋みと、はい、あと香りがあるので、はい、はい。うわ広がるバターですね。バターですね今ね。フォアグラですね。もう今使わないと意味がないですよね本当に。芯のところ少し生があってジューシーさを出してるっていうイメージですね。なるべく旬のものとか先に食べて美味しいものとかをなるべく先に出すようにしてます。今日は、塩釜ですね、宮城県塩釜。結構こういうマグロ好きって言ったらすごい聞いてくれるんで、僕150キロ以上のマグロあんまり好んで使わないんですよ。そうなんですか。はい、ちょっと小さめのマグロを使いたいんですよ。でこれを社長が結構聞いてくれるんでちょっと独特な食感というか、はい、なんかもっちりねっとりしてる。もっちりねっとりしてる。はい。1貫目はもう基本的にはほぼ毎回もう1回目は赤身って決めてます。きのこのあんかけ、5種類のきのこが入ってます。であんかけが、すっぽんのお出汁で取ったあんかけですね。生のきくらげ、ブラウンえのき、アワビだけ、しいたけ、花びらたけだ。花びらたけ5種入ってます。うまいっすね。そのキンキの油が、きのこのあんに落とすみたいなイメージですね。このつまみと握りを交互に出す出し方っていうのは、はい、修行先の影響とかございますか？もう全く違いますね。なんでそのコースにしてるんですか？最後にお寿司が少しこうバッと出るのが少し嫌で、で少しこう間にお寿司挟んでったらお客さん楽しいかなと思って。どれぐらい渡り歩かれたんですか？僕でもそうですね、目黒の方から始まって、銀座日本橋ですね、20年ぐらいですかね。今40代ですか？今42です。42歳。はい。そのカニの塩味とそのごま豆腐、あとこの少しお出汁で。カニも本当に毎年この時期になるとどこのお店もね出すけど、はい、なかなかない出し方ですね。そうですね。
ここでトロタク本当珍しい。トロタクもなんでここで巻くかっていうと、後だとお腹いっぱいになっちゃうんですよ。だからちょっと先に美味しいものを先にお腹いっぱいになる前に。はい、多分トロタク巻き史上日本トップクラスに早く出てくるお店トロタクっていうよりむしろネギを結構しっかり感じる白髪ネギが。ネギをあまり細かく切ってないです、結構雑に切ってネギ感出してます。柔らかいんですけど、柔らか煮とは違うんで、そこまで柔らかくしたくないんです。やっぱちょっと生ダコっぽい感じというか、その中のその芯のところの噛んだ時の食感が少し欲しいんで、もうすごいコト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 、もうおでんみたいに炊いてやってます。でもう炊き終わったらもうすぐ氷水に落とします。だからこの皮のプルプルなんですよね。そうそう、このゼラチン質が、そこが美味しいです。で下に生姜醤油のあんです。意外とかなりさっぱりしてる。さっぱり食べられる。これやっぱ直前に炙ったところのこのパリパリ感、ひと手間がやっぱ美味しさを引き立てる。夜のコースはだいたいつまみとおにぎり何品ずつぐらい？ですね、おつまみが7です。お寿司が11貫と卵ですね。はい。日本橋寿司ひろしさんは営業スタイルでいうと基本は夜のみですか？あ、昼もやってます。お昼もやってる。お昼やってます。お昼でも握り中心でやらさせていただいて、例えば先ほど食べた前菜、きのこのあんかけが出て、その後握って、あと間にあったかいもの、今は茶碗蒸しですね、そういうのを出してまた握るっていう。お昼はだから握り中心で、お任せで今いくらでやってました？お昼は税込み13,200円です。13,200円。はい。で、夜になるとつまみと握りのフルコースという形で、で27,500円ですね。税込み2万7,000円。はい、夜は。日本橋寿司ひろしさんに行きたいってなった場合は、予約はどうしたら？電話か食べログ1級です。電話食べログ1級。はい。多分ここで出てくるとこあまりないと思うんで。いや、ないですよね。だいたい終盤戦じゃないですか。でも僕は先だと思うんですよ。シャリもやっぱりネタに合わせてあったかい状態のもの。あったかい状態です。はい。だからお客様1人に対してもシャリは2回炊きます。あ、1回転2回やるってこと？1回転で2回炊くんですか？2回炊きます。珍しくないですか？2回炊きます。その炊く量がすごい少ないんで。あ、なるほど。少量で2回で、はい。ちょっとそして今たっぷり入れましたけど、これはエビの味噌ですね。エビの頭です。最初にもうちょっと残酷なんですけど、もう生きたまま頭落としちゃいます。頭は頭だけで茹でます。70度で5分。70度5分。はい。茹でてないです。蒸してます。蒸してる。はい。食感と甘みとそのいいとこ取りっていうんですか。あんまり生すぎちゃうと甘みが出ないんで、これも3時間のお酢が1時間ですね。塩3時間。塩3時間です。ぐらいいっちゃってます。まあ当たり前ですけど、小肌よりはかなりがっつりです、ね。がっつりです。
でも油がいいサバなんで中に油が入っていかないです。僕はもうでもすぐ終わって少し、半日休ませたら冷凍しちゃいます。締めてから冷凍する。僕締めてから冷凍します。なんか食べ応えもあったし、なんか噛み締めるごとにいろんな食感とか、そうですね、味わいとか香りとかが。かんぴょうがあると少し甘みのところとその食感のところ、ちょっと口が少し遊べるように。カワハギは一瞬だけ醤油に通します。しかも今昆布が入ってました。はい。こういう昆布ね。納豆昆布。納豆昆布。粘りがすごい。そうです。うちの煮切りに少しこのコクを加えて。肝も少し、はい。身の方が結構ブリブリで、はい、うわ広がるバターですね。バターですね、今ね。フォアグラですね。もう今使わないと意味がないですよね、本当に。少しこう混ぜて粘りを出して、あえてうちはだからもうみんなにもいっぱい混ぜてって言ってます。なぜその小分けにして炊くんですか？浸透して置いて美味しいシャリとこういうふうにねっとりしたお米の時に食べるシャリだと味が変わってくるんで。わさびがまた合いますね、これ。カマスの、松茸挟み焼きです。手前がセリのおひたしです。セリ。はい。セリいいですね。でかいですね、今日。今日大きいですね。
でもすごい柔らかいです。本当に美味しいです。ありがとうございます。口どけがなんかこうもう生じゃないじゃないですか。生じゃないです。でも少し生のところもあるみたいな。水分量があって、はい、勝手にこう溶けていくんで、ちょっと芯のところ少し生があって、ジューシーさを出しているってイメージですかね。このカスが参りました。ありがとうございます。本当に美味しいです。ありがとうございます。なんだこれは。いや、今年一番のこってり系中トロですね。これ腹側ですか？腹側です。またこのカスゴの味わいと対照的というか、ちょっと酸があったのと、そうです、冷たくてみずみずしい感じから、はい、あったかめで、はい、うわーってこう広がっていく。小肌結構しっかりですね。しっかりです。塩味しっかり。塩味しっかり。結構長いです。何日？これ3日？これでちょうど1週間ぐらいですかね。これやっぱだから背側ってことですよね。背側ですね。腹のこってりっていうよりは、そうですね。ちょっと赤身っぽい感じ。赤身っぽい感じです。オイスターソースのあんが使ってます。オイスターソースのあん。はい。ああ、美味しいわ。ほんとスープ感覚です。シャリよりウニの方が多いんじゃないですか。ウニを味わっていただこうっていう感じなんで、ご飯はただの素材です。馬糞のその甘みとその紫のその自然度、はい、あと香りがあるんで、はい、はい、最初にちょっと地焼きじゃなくて、はい、少し、蒸します。蒸してから焼きます。プルプル感と肉厚さと、皮目はしっかり、焼いてなくて、身側の方をしっかり焼いてます。はい、確かにこっちだからプルプルしてますね。はい。うなぎうまっ。ものが全然違う。最後2回目に炊いた米が締まって少し固めになって、ドンっていうイメージです。これがその
岡山そうっす。小島湾の海うなぎです、はい。超貴重。うまー。カステラっぽくすると少しパサつくんで、少し中にキリのチーズが入ってます。そのチーズを入れてしっとりさせます。ちょっとだけ今骨の音が。そうなんですよ。ここから少しまた手加えます。やっぱ指4本分ぐらいですか。ちょうどいいサイズ。そうですね。なんかこれだともうちょっと小さいかもしれないですね。身が厚いんで。大きい時はこっちも入れます。僕は。裏側も。裏側も入れます。ザ・ベスト・オブ・小肌フォルムです。これありがとうございます。最初のお店で使用した時に教わったのが泳いでるように握れと。はい。おぼろがまたいい仕事してます。おぼろがそうですね。甘みがそうですね。うわ、超塩味。やっぱ荒々しいですね。これまたちょっとシャリトークなんですが、はい、言える範囲で構わないですけど、はい、お米は、富山のお米です。なんていうお米？ですね、コシヒカリです。コシヒカリ。はい。その五つ星マイスターの人と相談して作り上げたお米なんですよ。令和5年のものと、はい、令和4年のもの。1年前と2年前。そうです。で、それの、割合はもう任せてます。日本橋寿司広さんのこだわってらっしゃるところとか、はい、大切にされているところってどんなところですか？そうですね。まず目で見て、口で食べて、最後は、鼻で香りを楽しんでいただいて、でそれがこうなんか楽しければ多分お寿司っていいんだろうなって、それが一個の料理かなと思ってます。味も素晴らしかったですし、特に握りフォルムの美しさが本当に惚れ惚れしくて、はい、広瀬さんも。あとはそうですね。あとはシャリ、あとは、香り、ですかね。こだわってるのは。シャリもね、本当に1回転で2回、日によっては3回やってっていう、夜で忙しい時はもう3回になるんで、本当に時間も忘れて季節のネタから王道のネタまで料理握り、ちょっとした器も含めてお酒もすごい素敵で、大将が盛り上げ上手で、すごいいい雰囲気の中で贅沢なネタも過ごさせていただいたので、本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございます。